こんにちは、ネイリストの中山千恵子です。今回の動画は前回のサロンワーク動画の続きです。前回のサロンワーク動画ではジェルオフではなくリペアを行ったので、プレプライマーは地詰めの部分に塗っていきます。しっかりプレプライマーが乾くのを待ってからベースジェルを塗っていきます。リペアの時に地詰めとジェルネイルの段差がないように表面を削っていくんですけれども、よりベースジェルで段差をなくしていきます。ベースジェルの段階だとクリアジェルなので、ある程度もし段差がちょっと残っていても、この時に地詰め部分にちょっと厚く塗って、ジェルネイルが残っている部分は薄く塗ったりして、つるんと均一にすることができます。ベースジェルの時点でこれをしておくと、カラージェルにね、段差が響かずに綺麗に塗れます。カラージェルの場合、段差があると結構ね、影ができてしまってデコボコが結構気になっちゃうんですね。なのでクリアジェルのカラージェルに響かない段階で表面を綺麗にしておきます。今回はシアーカラーを2色混ぜていきます。テラコッタのようなオレンジのような透け感のあるカラーをオーダーいただいたので、選んでいただいた2色を混ぜていくんですけれども、まずはお客様に試してみる段階なので、少量混ぜた色を作ってみます。一度小指に塗ります。で、この時はまだ試し塗りの段階なので硬化はしないです。で、お客様に確認をしていただきます。もう少し色が深めかなということだったので、濃いめの色を足して、今度は薬指に塗っていきます。もう一度お客様に確認をしてもらいます。もう少し淡め、小指と薬指の間ぐらいの色ということだったので、淡めの色を少し足して中指に塗ったらお客様に確認をしてもらいます。中指のカラーで決定したので、まず薬指と小指はまだ硬化などはしていない状態なので、しっかりときれいにエタノールを使って落としていきます。で、まだ試し塗りの段階の時って結構全然違う色に最終的になったりとか、やっぱり違う色でとか、結構ね、試し用に作ったカラージェルを結果使わないという無駄にしてしまうことがたまにあるので、試し塗りの段階では少量作って色が決定してから使用する分のカラージェルを作っていっています。量を増やすときに混ぜ直しているので、もう一度お客様に確認をしてもらって、大丈夫だったので他の指も塗っていきます。リペアですが、ちゃんと表面つるんとしました。中指はすでに塗ってある状態ではあるのですが、ジェルを量を増やすために混ぜ直しているので、念のためもう一度筆を通して色をなじませておきます。それではライトに入れて硬化をします。お客様に色味を確認してもらって、結構ね、シアー系のカラーが好きなお客様なので、二度塗りをするかどうかね、ちょっと悩まれていましたが、薄めに二度塗りをしていくこととなりました。今回のお客様のオーダーは、オーロラパウダーを10本ではなく2本ずつこすりたいということだったので、2本ずつノンワイプトップを塗って LED ランプで30秒硬化していきます。オーロラパウダーはお店にサンプルのチャートを用意していて、クリア、黒、白、ベージュ、ピンク、
に各色のオーロラパウダーをこすったサンプルのカラーチャートを用意しています。そちらを見てもらって、今回こちらのお色のパウダーをお選びいただきました。かわいい！10本全部こすらなくてワンポイントにこすっていくっていうのもね、とっても可愛いですね。しっかりとダストオフをして、最終的に一度お客様に確認をしてもらってからトップジェルをようやく塗っていきます。今回はいつもとちょっと違うトップジェルの塗る順番をしていて、パウダーをこすった指とこすってない指があるので、こすってない指のワンカラーにパウダーの粉が混ざっちゃうのはどうしても嫌だなと思ったので、先にパウダーをこすっていない指からトップジェルを塗って、その後でパウダーをこすった指にもトップジェルを塗っていってみました。なるほど。それでは最後にツヤ出し用にノンワイプトップジェルを塗っていきます。やっぱりオーロラパウダーはこのツヤツヤ感とオーロラ感、かわいいですね。それではこちらでついに完成となります。やった！前回のジェルの表面を削っていくときとベースを塗るときに地爪と前回のジェルの残っているところの段差の境目がないように気をつけて削ったり塗っていくと、リペアをしてもあんまりリペアだなっていう風にわからないように仕上がりますよね。今回の完成図はこちらです。そして使ったお色はこちらです。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。次回にはマイネイル右手の動画のアップをするので楽しみにお待ちください。またね。